大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれますか。はい。今、夏真っ盛りで、これは今年何月だったですかね、剪定とあれとやったと思うんですけど、これ富士ですね、ピンクの富士、ピンク色の花の咲く富士ですね。はい、まず剪定の方からですね、ちょっとやっていこうかなと思うんですが、この富士はですね、マメ科の植物になるので、要は種は、豆ですね。豆がこういうところ花が終わると出てくるんですけど、まだちょっと花が完全に終わってないからですね、まだ種はできてないんだけど、種ができると木は確実にちょっと弱ってきますのでね、あまり種はつけない方がいいんですけど、これが要は花ですよね。だからこれは取っていかないといけないんですけど、このままにしとくと種がつきますので、これ自体を剪定していかないといけないんですが、翌年には当然のことながらそこには花がつかないので、その辺は頭に入れとかないといけないんですけど、もう要は簡単です。こう伸びてるやつをですね、もうただ切るだけです。ちょっと全体周りのあれを見ながらこの辺からプチコンと、本当はですね、この辺にもこれ葉っぱ芽なのかな花芽なのかなって芽がこうついてるんですけど、そんなことを言って木が弱っても困るのでですね、伸びてるやつをもうこうじっと切ってあげる。結構ほっといたらどんどん伸びていきますからね。で、近くにある他のものにどんどん絡んでいきますので、こういう伸びるつる性のやつですね、こういうやつを切っていきます。こんな葉っぱのやつは切らなくていいんですよ。もう今出てたやつを切りましたけど、こんな感じですね。またこれ横からこういう胴吹きも出てるのでですね、また来年以降楽しみな芽になってくれるといいですけどね。出てますね。本当はね、こういうカズラの場合は、カズラ系のやつはですね、切り口を残すとそこから焼きって言って必ず腐れが生えるのでですね、あんまり切りたくはないんで、本当はこんなちっちゃいのでこうバーッと花咲かせると面白いなとは思うけど、非常に藤の場合はどうしてもこうやって長い形にはなってきますけどね。で、つるだけを切る感じですか。そうですそうです。今の時期はですね、長く伸びたこう伸びていきますので、近くにあるとそれの枝やらんどんどん絡んでいきますから、そういうのをなんか伸びてきたなと思ったらつる性のやつはもう切るようにしとかれるといいですね。30センチ以上は伸ばさないというふうにしてあげた方がいいと思います。はい、当然今うちでもこれはずっと、腰水言うて水につけてあります。下だからちょっとこうのりが張ってますけど、そういう状態にしとかないとですね、どうしても水が不足しますので、水切れ、一生懸命どんな人間がかけてもやっぱちょっと足りないんですよね。で水が足りないとどうしても翌年の花芽には直接影響してくるので、だいたいよく藤の花が咲かんねんけどっていう相談よく受けるんですよ、毎年ですね。でだいたいこうやって腰水しとくといいですよという話をすると、その年はもうだいたい相談があった時には手遅れっていう場合が手遅れというかですね、あれなんで1年置いていっぱい咲いたという話はよくもらいますね。早く言ってこられた場合にはもうその年に翌年には花つけたりしますけど、肥料ももちろん大事なんでしょうけど、やっぱり一番水ですね。がもう10円になるとこれつる性のやつがざーっとあっちこっち這い回りますでしょ。あれはやっぱそれだけ水が必要なんですよね。だからあっちゃこっちゃに伸びて広い広範囲から水を取ろうというふうにするんだと思うんですけど、人間が少々やっぱかけてもですね、ずっとつきっきりちゅうわけにいかないのでですね、つけとくのが一番手っ取り早いです。だいたい根をこう鉢は水につけとくと根腐れするだとかいろいろこう言われるんですけど、こう藤に関してはですね、
うちなんか一年中つけてますから、冬場上に氷が張っててもそのまま入れっぱなしですね。まあもちろん水位は調節しますけどね、だいたいこのぐらいで今やってますね。このぐらいのとこへんで、まあもうちょっと深くても大丈夫ですけどね。まあおかげさまで剪定したりなんだした時これ出した木ですけど、まあ元気よく順調にいってますので、また来年綺麗な花見れるといいなというふうには思っております。はい、続いてですね、今度はこの時期、まあ、こうやって伸び放題っていうかなってますけど、これも何回か切ってるんですけど、これは美山街道です。まあ美山街道自体で製品としてしてあるやつももちろんあるんですけど、まあこれなんかは要は園芸種なんですけどね、で園芸種で、姫リンゴなんかのお杉として今使ってますけど、それもですね姫リンゴも同じような形です。こうやってこうどんどん伸びます。これを今の時期ほっとくとですねやっぱ上まで水をあげるのに器が小さいとどうしても足りないですので、やっぱ水切れを起こしたりしますから、まあここまで伸ぶ前に切ってあげるといいんですけど、まあもう街道も姫リンゴも一緒なんですけど、まあ1目2目葉っぱ1枚2枚残したところでもうこうやって切ってあげるだけでいいです。またどうせ伸びますので、今こう実がついてますけどね、ちょっとこれは大きいサイズの実のやつですね。美山街道です。姫リンゴなんかのお杉で、花は姫リンゴとほとんど一緒、まあ全くと言ってもいい同じ花なんですけど、姫リンゴはこれがないと実は止まりませんけど、これは1本でこうやってなるというやつですね。でまあもうちょっとそうですね、9月中頃ぐらいからでしょうかね、どんどんこう色づいてきますので赤くなる実がなるやつですね。まあ街道にしちゃちょっと実がでかいなとまあさすが園芸種というところでしょうかね。実がつくと可愛らしいですね。そうですね、また色づくとまたちょっと変わってきますね。感じが違うですね。ちょうど姫リンゴのお杉を探してる、お杉になるやつをと思って探してる時に美山街道自体の商品防災とかいう差で見るとですね、そこそこのお値段がするので、まあなかなか大杉の目的でこれちょっともったいないなっていうのがあってですね、でまあ園芸種ですけど十分お杉になりますので、これを3年ぐらい2、3年前ぐらいからこういうのを使ってやってますけど、まあこれも一つの方法ですね。でこれはこれでこう実また楽しめますので、はい、まあ持ってらっしゃるのがあって今ピーッと伸びてたらですね、まあちょこちょここまめに剪定してあげることをお勧めします。次はですね、これまあサルスベリですね。でまあ、これ一つちょっと私もサルスベリはですねあんまり扱ったことがないので全然詳しくないんですが、これちょっとある理由でこれ入手したんですけど、まあまあちょっとした太く作ってあって、花がですねこれはピンクやと聞いてたんですがどうも紫ピンクではないみたいで、紫色の花ですね。これをまあ花が終わったらバツッと切り詰めて丸坊主にして OK なんですけど、でまたバーッと出ますので、それに花がこうやってまた翌年つくんですけどね、これ一回試しに地植えのやつやったんですよ。これ正解かどうかは分かりませんよ。試しでやったんですけど、そこにあるやつですけどね、片側をバッサリ何月に切ったっけな、春に切ったんですよ。バッサリもう梅雨頃だったかな、バッサリ切ったんですよ。でもう片方は全く切らなかったんですよ。半分左右で。で今当然切らなかった方は花が今いっぱいついててもうそろそろ終わる頃ですけど、
でこちら側は何も枝がないぐらい切ったので、それがその後出た新芽に今つぼみがついてるんです。切った方はちょっと短めなんですよ、短めで今つぼみが来てるんですよね。これもし正解なんだったらこういう鉢物でもできるのかなというふうに思いながら、もし詳しい方、こんなこと私が聞いちゃいけないんでしょうけど何せあんまり扱ったことがないのでですね、まあ鉢物でまあ太いとは言っても、こんなに伸びたらちょっと盆栽としてはですねあれなんで、まあできたらこのぐらいで抑えられると可愛いかなと思いながらですね。でまあ最近になってこう開き始めたらピンクやと思ってたらなんか紫だったので、そんな珍しくはないんでしょうけど、予想でも見ることは見るんですけどね。ピンクがうちに来たのは初めてなの。ピンクじゃない、紫が来たのは初めてなんで、別に特別珍しいわけじゃないんでしょうけど、ちょっとお見せしました。お見せしながらちょっとなんかいい方法があればなと。で自分で今年試しにやってみたやつが今のところちょっとうまくいってるので、まあ果たして本当にそれが正解なのかどうかは分かりませんけど、まあ来年は実際にこれでやってみようかなというふうに思ってます。全く花が来るまだだいぶ前に一回丸坊主にして、またその後出たやつに花芽がつくのかなと、ちょっと短めでつけばいいかなと思いながらですね、これが正解なのかどうかは分かりません。ただ今地植えのやつで、地植えというかあれ地に植えたわけじゃなくて勝手に出てきたんですけどねそうあそこに今白なんですけど、白バラの盆栽があったんですよ。まあまあ太いやつでサルスベリの太いのがあったんですけど、もうだいぶなりますけどね、あれそこから実が落ちたんでしょうね。勝手に下から出てきたんですよ。でそれを切っちゃ伸びて花がつき、切っちゃ伸びて花がつきの繰り返しをしながら、今結構もう太くなってるんですよ。でちょうどフェンスのところに生えてるもんだから、フェンスの向こうに出てるやつはそのままにして、フェンスの内側に生えてるやつを切って、だからちょうど半分切って半分切らないっていう状態で、それではどうなるかなと思ったら、後から出てきたやつにも花芽がついてるので、まあそれがもしこういうのにも応用できれば面白いなと思ってるところです。はい、こんなところです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。